様こんにちは、杉田です。今回は5月12日発売アディクションサマー2023コレクションサンドリーミングよりザ・アイシャドウパレットの限定色101ノスタルジックサマーと102サンドリーミング、そして新色のザ・ブラッシュパールタイプ 011P エモーティブヌードをご紹介していきます。今回の限定アイシャドウパレットはオレンジのニュアンスと明るいピンクのニュアンスというそれぞれ夏らしいカラーで構成されていますよね。今回もアイシャドウパレットは1色ずつの単色塗りでカラーをご紹介した後、それぞれのパレットを使ったメイクルックもご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションサマー2023コレクションサンドリーミング。太陽の光が見せてくれる美しさは計り知れないもの。きっと世界中の誰もが魅了されている。この夏、アディクションが光を当てるのはヨーロッパの太陽が生み出す夢のような情景。ご紹介していくのはザ・アイシャドウパレットの限定色2色。太陽の光が映し出す2つの世界を夏の記憶に乗せたアイシャドウパレット。地中海でのバカンスと北欧での白夜。太陽の光とぬくもりが見せる情景を限定のパレットに閉じ込めました。ベルベットのように柔らかな質感と肌へ溶け込むような透明感で唯一無二のニュアンスをいとも簡単に叶えます。101のノスタルジックサマーはバカンスの記憶をたどるまろやかなセピアオレンジパレット。102サンドリーミングはひと夏の夢を閉じ込めた浮遊するペイジーピンクパレット。続いてザ・ブラッシュパールタイプの新色1色。エモーショナルな輝きで顔立ちに滑らかな立体感を、日焼けした肌のフレッシュな立体感を表現したブラッシュの新色。肌へ溶け込むようになじむテクスチャーで内側からにじみ出たような自然な血色と美しいツヤを叶えます。新色の 011P エモーティブヌードはフレッシュな陰影を生むヌードベージュ。それではまずザ・ブラッシュのパールタイプ 001P をご紹介していきます。こちらのチークは限定色ではなく新色として登場しています。アディクションのザ・ブラッシュはしっとりとした質感で肌に溶け込むように馴染んでくれる感じがとても綺麗ですよね。カラーもしっかりと楽しめつつカラーの調整もしやすいタイプです。肌の上にのせてみると意外と明るいオレンジ系で可愛いです。はい、こちら側半分にザ・ブラッシュパールタイプの新色 011P を塗ってみました。カラーが分かりやすいように広範囲にしっかりと何度か重ねてみました。カラーももちろん可愛いですが、このパールによる立体感がとても綺麗ですよね。カラーについては手元で見た時はもう少し深みのあるブラウンニュアンスのオレンジカラーなのかなと思いましたが、肌の上にのせてみると意外と明るさを感じるようなヌーディーなオレンジカラーで、程よいヘルシーさも感じますが、ヘルシーに寄りすぎない少し可愛らしさも残るようなカラーでとても絶妙だなと思いました。肌の色が自然に明るく見えるような感じでとても可愛いです。そしてアップで見るとこんな感じでしっかりとパールによる立体感を感じられるタイプですが、ベースの粉質がしっとりとしているのでパールで毛穴が悪目立ちしてしまうということもなくとても綺麗です。アディクションのチークのパールタイプはハイライトを塗っていなくても顔にツヤ感と立体感を出してくれるところもとてもいいですよね。はい、両方の頬に塗ってみました。ブランドからの説明に
日焼けした肌のフレッシュな立体感を表現したカラーという記載がありましたが、ちゃんと夏らしさも感じるような立体感も出ているのに、やはり両頬に塗ってもヘルシーな印象になりすぎずに可愛らしい雰囲気も残っているところがすごいなと思いました。こちらのカラーは手元で見るよりも実際に肌の上にのせた方がより可愛さを実感できるカラーだなと思います。続いてはザ・アイシャドウパレットの限定色をご紹介していきます。まずはこちら101のノスタルジックサマーを1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてどんな感じのカラーなのか見ていきたいと思います。まずこちら A のカラーは眩しくきらめくゴールドベージュスパークルタイプ。こちらの A のカラーは手元で見た感じもかなりしっかりとした大粒のラメを感じるスパークルタイプでした。まぶたの上にのせてもこんな感じで大粒のシャンパンゴールドのようなカラーのラメが輝いています。とても夏らしいカラーです。はい、まず1色目 A のカラーはこんな感じです。肌の色に近いようなかなり明るめのベージュカラーのベースにシャンパンゴールドやシルバーなどの大粒ラメが輝くカラーでした。ベースのカラーに肌なじみのいいベージュとほんの少しだけオレンジっぽいニュアンスも感じるので、全体的に明るめのカラーですが単色で塗っても白っぽく浮いてしまうということがなくてすごく使いやすいと思います。上に乗っているラメがシャンパンゴールドの他にも少しシルバーっぽいニュアンスのラメも入っている感じがするので、程よい夏らしさはありますが強すぎない印象のカラーでとても大人っぽいです。続いて B のカラーはソフトマットなキャメルブラウンマットタイプ。こちらは反対に塗っている A のカラーとは対照的なマットタイプになっています。カラーの発色もしっかりとしていますが、このアディクションのアイシャドウパレット特有の肌に溶け込むような質感でマットタイプですが綺麗に目元に馴染んでくれます。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。発色がしっかりとしているマットタイプのアイシャドウですが肌に溶け込むような質感なので指で何度かしっかりと重ねてもこんな感じで単色でも綺麗なグラデーションになってくれます。まさにカラー説明の通りのソフトマットなキャメルブラウンという感じのカラーですが、まぶたの上にのせてみた方がオレンジの要素をより強く感じました。A のカラーと B のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてこちら C のタイプは地中海の陽光を思わせるブロンズオレンジパールタイプ。こちらはブロンズオレンジというカラーで先ほど塗った B のカラーも結構しっかりとオレンジのニュアンスを感じるキャメルブラウンでしたが、こちらは少しレッドのニュアンスを感じるような明るめのオレンジカラーといった印象でまた全然雰囲気が違いますね。はい、3色目 C のカラーはこんな感じです。赤みのニュアンスが強い明るめのオレンジカラーのベースに微細なゴールドのパールが効いているようなとても夏らしいカラーでした。パレット上で見るとこちらのカラーなのでもう少し落ち着いたオレンジなのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこの赤みのニュアンスを強く感じるところがなかなか珍しいオレンジカラーでとても可愛いですよね。アディクションらしい遊び心のあるカラーだなと思いました。そして最後 D のカラーはアンティークな印象のシルキーグレージュ。こちらもパールタイプです。全体的にオレンジ系のカラーで構成されているパレットですが、このグレージュのカラーも入っているというところがすごくおしゃれですよね。こちらも反対側のまぶたに塗っている C と同じパールタイプですが、全体的にパールのツヤ感は控えめです。はい、最後 D のカラーはこんな感じです。カラー自体は今回のパレットの4色のうち一番深みがありましたが、
発色がそこまで強すぎないので、まさにカラー説明の通りのシルキーグレージュという感じで、とてもおしゃれなカラーです。そして指でしっかりと何度か重ねてみても、やはり反対に塗っている C のパールタイプよりも、こちらの D のパールタイプの方がツヤ感やラメ感は抑えめでした。この落ち着いたカラーで、このパレットのオレンジのカラーをうまくまとめてくれそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは101番のアイシャドウパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。夏らしいレッドニュアンスを感じるオレンジカラーがとても可愛いなと思ったので、今回はこのカラーをメインにアイホール全体に塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目の際に少し太めのライン状になるようにのせていきます。このベースに塗った C のカラーをこの D のカラーで少し落ち着いたニュアンスに調整していきます。とてもバランスが取れてすごく可愛いです。続いて B のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。マットタイプですが肌に溶け込むような質感なのと、カラーもそこまで暗すぎないので下まぶたに使っても程よい陰影をつけてくれるようなカラーです。下まぶたにも少しオレンジっぽい要素を入れると一気に今っぽい目元に見せてくれます。最後に A のカラーを指に取って下まぶた全体に軽くトントンとタップするような感じでラメをのせた後、そのまま付属のチップの細い面にも取って下まぶた全体にも軽くのせていきます。はい、101のノスタルジックサマー全色を使ったメイクが完成しました。今回のパレットの中で一番夏らしいカラーだなと感じた C のカラーをメインに使ってみましたが、上に D のシルキーグレージュのカラーを重ねたり、最後に上下のまぶたに A のカラーのラメを散りばめたことで、レッドニュアンスを感じる明るいオレンジの夏らしさはそのままに、全体的に大人っぽいニュアンスにまとめられたかなと思います。赤みの強いオレンジもこういったカラーと組み合わせることによって子供っぽくなりすぎない大人のカラーメイクも楽しめますよね。アディクションのアイシャドウパレットは単色で使ってももちろん可愛いですが、こんな感じで組み合わせるとまた違った印象も楽しめるところがすごくいいなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いて102のサンドリーミングです。まずは1色ずつ単色塗りをしてカラーを見ていきます。まずこちら A のカラーはファンタジックなミスティピンクスパークルタイプ。こちらは手元で見た際にピンクのカラーのベースにブルーのラメが効いていて透明感がアップするようなカラーですごく可愛いなと思いました。まぶたの上にのせてみると素肌の透け感が残るようなベースの上に淡いピンクのカラーとブルーラメが効いているような感じなので、意外と派手すぎる印象にならなくて使いやすいです。はい、まず A のカラーはこんな感じです。パレットで見るとこんな感じのカラーなので、もう少し明るくて白っぽいピンクになるのかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみるとこんな感じで、ベースのピンクのカラーがかなりナチュラルで
素肌に透け感があるのと、少しくすみ感も感じるようなピンクカラーがベースなので、肌から浮いてしまうことがなく、かなり肌なじみがいいです。その上に大粒のピンクやブルーのラメが楽しめるので、透明感と可愛らしさもありつつ、程よい上品さも感じられて、すごく可愛いです。続いて B のカラーはソフトマットなミルキーピンク。こちらはマットタイプ。こちらはミルキーピンクというカラーですが、やはりこちらも反対に塗っている A と同様、少しくすみ感を感じるピンクカラーなので、白浮きしてしまうことがなくて、とても馴染みがいいです。はい、B のカラーはこんな感じです。指でしっかりと何度か重ねてみましたが、発色もナチュラルでかなり肌なじみのいいカラーでした。少しくすみ感も感じるようなミルキーピンクで、柔らかくて可愛らしいですが、洗練された雰囲気も感じられます。とても絶妙なカラーです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして C のカラーは白夜を照らす太陽のようなサーモンピンク。こちらはパールタイプ。こちらはサーモンピンクというカラーで、先ほどの101のパレットもこの C のカラーは一番明るさがあって夏らしいニュアンスのカラーでしたが、今塗っている102の C のカラーも明るさがあってアクセントになりそうなカラーですよね。はい、C のカラーはこんな感じです。A のカラーや B のカラーとは対照的に、カラーの発色もしっかりとしていて、かなり明るさも感じるようなカラーでした。ブランドカラーのカラー説明の通り、オレンジのニュアンスを強く感じるようなサーモンピンクのカラーですが、よく見るとシルバーの微細なパールがツヤっときらめくので、この明るめのカラーの中にも透明感を感じられてとても可愛いです。そして最後 D のカラーは深みをもたらすヴィンテージローズ。こちらもパールタイプです。こちらの D のカラーは反対に塗っている C と同様しっかりと発色するタイプです。ただこちらは同じパールタイプですが、 C のカラーと比較するとパールによる艶めきやラメ感などが抑えめです。青みのニュアンスも感じるようなローズカラーですね。はい、最後 D のカラーはこんな感じです。深みをもたらすヴィンテージローズというカラーですが、実際にまぶたの上にのせてみると、青みのニュアンスを強く感じるようなパープルピンクというイメージで、反対に塗っている C のカラーのオレンジニュアンスを強く感じるサーモンピンクとは、また全然違った印象のピンクカラーだなと思いました。一気に大人っぽさと透明感が出て素敵ですよね。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では102のパレット全色を使ったメイクパターンをご紹介していきます。まず D のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。この D のカラーは青みがしっかりと効いている明るめピンクなので、夏らしい明るさと透明感のバランスが絶妙ですよね。こんな感じでしっかりと発色させていきます。続いて A のカラーを指に取って先ほど塗った D のカラーの上に全体的にラメを重ねていきます。ベースに塗った D のカラーはパールタイプですが、意外とパール感やツヤ感が抑えめなので、この A のカラーを塗ってツヤめきを足していきます。青みの効いているローズカラーの上にこのブルーのラメがプラスされて、この2色でもとても可愛いですよね。続いて C のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。青みの効いている
ローズピンクからこのオレンジのニュアンスが強いサーモンピンクのグラデーションを作っていきます。続いて付属のチップの太い面に B のカラーを取って下まぶた全体に塗った後、最後にチップの細い面に A のカラーを取ってまつげの際にラメをのせていきます。はい、102のサンドリーミング全色を使ってメイクするとこんな感じです。パレットの中の4色のうち特に発色がしっかりとしていて、青みニュアンスとオレンジニュアンスというまた違ったイメージのピンクカラー2色をメインに使ってみました。しっかりとカラーを発色していますが、肌に溶け込むような質感と微細なパールやラメの効果で綺麗に肌に馴染んだグラデーションに仕上がったかなと思います。ピンク系でまとまっているパレットでしたが、いろいろなカラーのニュアンスが楽しめるピンクが入っていたので、組み合わせて使うとちゃんと立体感も出るところがすごいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで5月12日発売のアディクションサマーコレクションより限定のアイシャドウパレット2色とチークの新色1色をご紹介していきました。限定のアイシャドウパレット2色はそれぞれ夏らしい明るくて遊び心のあるカラーと肌なじみが良くて落ち着いたニュアンスのカラーのバランスがとても良くて、今回はそれぞれのパレットの中の明るくて発色がしっかりとしているカラーをメインで使いましたが、どちらも子供っぽくなりすぎることもなく夏らしいカラーメイクを楽しめつつ大人っぽいニュアンスが楽しめるところがさすがアディクションだなと思いました。そして新作のチークも肌の上にのせてみると意外と明るめのニュアンスで程よいヘルシーさもありますが、ちゃんと可愛らしさも残るところがすごくいいなと思いました。アイシャドウパレットは数量限定のアイテムとなっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。